鉱石周りの静粛性が上がったということで、本当にすごいです。進化がまあちょっと悩ましいですよね。静か、パワフル、走りよし燃費よしということで、もう本当にこれはもうシャシーの力ね、素晴らしいなと思います。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日ご紹介するのはこちら、レクサスの RX です。この2月に小改良が加えられて劇的に走りが良くなったという噂を聞きましたので、改めてお借りしました。今日はですね、450プラスのプラグインハイブリッドバージョン L です。かなりですね、長い間お借りしてですね、しっかりとレビューしてきましたので、この様子をですねお届けしたいと思います。ぜひですね、チャンネル登録と高評価で応援してください。1走目、2走目、トップコート。いやー、大満足ですね。自分でできるガラスコーティングシラザン50、ダイヤモンドプラスは3層コートです。さあ今日はですね、市場がメインということでエクステリアインテリア紹介をですね最小限にとどめたいと思います。マイナーチェンジということでエクステリアの変化はありませんけれども、ボディカラーがですねグレードによって追加されておりますので、こちらも詳細は販売店などで確認していただきたいと思います。それにしてもやっぱりこのフェイスかっこいいですよね。上部から下部に従ってグリルが可変していってるような、グリルがグリルでないような形状になってます。実は今回お借りしたこのボディカラー、カッパーカラーもですね非常にドラマチックでした。これですね、乗っていると駐車場ですごく見つけやすいのにもかかわらず、すごいおしゃれに見えるっていうですね絶妙なカラーだと思います。グローバルで見てもこのカッパーというのは最新モデルの流行カラーじゃないかなと思います。さあ今回ですね、このリアガラスにアコースティックガラスが追加されて、鉱石周りの静粛性が上がったということで、こちらも後ほどレポートします。はい、インテリアです。今回ですね、インテリアもマイナーチェンジに従って新しくなってます。一番変わったのがここ、はい、12.3 インチのですね大型ディスプレイになります。これによってレクサスはですね、このメーター類の視認性のアップということをアナウンスしておりますけれども、今回ですね走りの制御がいろいろ変わって、それによってですねおそらく ADAS との相性とかもちょっと変わってるかなと思いますので、それはこの後にレポートしていきたいと思います。はい、そしてこの辺りに実はですねアンビエントライトが追加されてるんですね。これも本当に綺麗なので、ちょっと今日は明るいのでね分かりにくいかと思うんですけれども、この中にねライトが仕込まれてるんですよ。もう間接照明みたいでとっても綺麗ですので、ぜひねこちらも販売店の方でチェックしてみてください。今回ですね結構長い間お借りしておりました。木曜日から翌月曜日までなので、割とたっぷりね試乗させていただきまして、この間にもちろん高速道路も乗りましたし、また富士スピードウェイ近辺でね、そう実は24時間レースがですね、スーパー耐久の24時間レースが行われていて、そのタイミングでお借りしたという感じなんですけれども、この RX に関しましては2月にねこの紹介料が発表されておりまして、ずっと乗りたかったんですけれどもタイミングがなかなかなく、でどうしても新型車を追いかけてしまうのでマイナーチェンジモデルってなかなか乗れないんですけれども、今回ねいいタイミングだということでお借りしてまいりましたけれども、いやーこれね最初に言っとくけど本当にすごいです。進化がもう乗ってすぐ分かると思いますし、本当に愚直な進化だなっていうふうにも思います。でその一つ一つを紐解いていきましょう。まず一つ目に先述しましたインターフェースとかのね変化がありますけれども、ここはですね分かりやすい目に見える進化ということなんですが、今回目に見えない進化がすごいんです。はい、まずこの RX なんですけれども、結構ね歴史長くなってきました。1998年に登場して以来、いろんなパワートレインであるとか刷新加えながら進化してきたモデルではあるんですけれども、なんと世界98カ国400万台販売しているというですね大成功モデルでもあります。日本ではこの下に NX というですね、ミドルクラスの SUV がありますので、そちらの方が割とね道路環境に合うということで日本ではよく販売されてるんですけれども、この RX グローバルではレクサスの中で最も大きな販売台数を占めているモデルと言ってもいいと思います。特に北米での存在感すごいですよね。でグローバルで売れているということは何が言えるかというと、コストをかけられるということにあると思います。つまりユーザーにとって、非常にコスパのいいモデルにも仕上がるということにもつながると思います。出たばっかりの頃は高っと思いましたけれども、今もう全てグローバルでですね、もちろん為替の問題もありまして、輸入車が軒並み価格が上がっていくっていうのにあんまりね話を合わせたくはないですけれども、でもマーケットを見渡してみると、この車両販売価格がですね887万円ということで、この車がこの値段で買えるのって正直思っちゃうぐらい、非常に
豪華ですし、めちゃくちゃ走りがいいんですよね。そしてこの RX 結構先進的なチャレンジもねたくさんしてきたということもありまして、レクサスというブランド自体がそういうチャレンジング精神にあふれたブランドということもありましてですね、2022年には早くもプラグインハイブリッドがこの RX に追加されているということです。で、今回私が乗らせていただいているのも450プラスですので、プラグインハイブリッドモデルになっておりまして、これがね、私最近進んでプラグインハイブリッドモデルに試乗してるんですけれども、もう最も贅沢なパッケージと言ってもいいのかなっていうふうにも思うんですよね。燃費よし、走りよし、重心高が低くて、燃費だけではなくて運動性能っていう意味でも注目したいのがこのプラグインハイブリッドなんですけれども、バッテリーが搭載されているがゆえに重心高が低くて走りがいいだけではなく、もちろん燃費がいいというですね、贅沢な車になっています。もちろんプラグインハイブリッドを手放してじゃあ全ての人にお勧めできるかというとそうではなくて、やはりですね、プラグインハイブリッドのうまみっていうのは自宅で充電をしておける人にこそあるのかなとも思うんですよね。で、どうしてかというと、やはりですね、急速充電してもそのバッテリー自体がそんなに大きくないのでたくさん入らないっていうですね、その充電側というか機材側のね、まず問題があって、そしてそのプラグインハイブリッドのためだけに充電器を作るのであれば、自宅に充電器をね設置するのであれば、それだったら EV 買った方がいいんじゃないのということもあります。今回もちろん私もですね、自宅には充電器を備えていないマンション暮らしなんですけれども、今回宿泊していたホテルもですね、ホテル自体に充電インフラがないタイプのホテルだったので、ホテルでも充電ができなかったっていうのもありまして、だったら普通のハイブリッドでいいんじゃないと、レクサスにはですね普通のハイブリッドモデルも非常に燃費がいいものがありますので、そうなんかね、その燃費っていう意味でのうまみはあんまりないんですよ。なんですけれども、それを超えた走りの楽しさっていうのが実はプラグインハイブリッドにあるっていうところがちょっと悩ましいですよね。プラグインハイブリッドはね、やはりバッテリーが入っているということもありまして、実はですねこの RX450 プラスですらもですね、車重が2160もあるんですよ。でこれを、モーターのパワーとですねこのステアリングの味付けの良さでですね軽やかに味付けをしていて、むしろモーターのトルキーなところをうまく使っていけるというですね電動モデルならではのうまみと、それからですねちょっとガソリン欲しいとこあるじゃないですか。やっぱりねワインディングとかになってきたりとか長距離走っているとガソリンの頼りがいというかね、安心感っていうのが欲しい、それさえも備えているので、つい選んでしまうとこれは私の好み的な話でもあるんですけれども、プラグインハイブリッドやっぱりね自宅に充電が備えられるフォーマットにうちの自宅がなったら欲しいなっていうふうにね思います。ですからもし買える人はですね、積極的にこのプラグインハイブリッドって検討してもらいたいんですけれども、静かパワフル走りよし燃費よしということで、ただしマンション暮らしの人がですね無理やり外部給電で何とかしてまで買うというとうまみはない。ここもですねちょっと覚えていていただいた上で、だったらハイブリッドおすすめしますといった上で、このハイブリッドプラグインハイブリッドモデルのお話をしていきたいと思います。450プラスなんですけれども、私が乗らせていただいているの4駆モデルE4 というですね電気式の4輪駆動モデルです。今回ですね350H も含めまして、電動モデルの AWD にはですね DRS が追加されました。でこれねダイナミックリアステアリングというものなんですけれども、いわゆるですね後輪の電子制御になります。これがめちゃくちゃいいんですけれども、何がいいかというとですね、レーシングスピードとかハイスピードの時とかだけじゃなくて、交差点曲がったりとかねカーブ曲がったりする時の、今までやっぱりねどうしても物理の法則なんですけれども、角曲がる時って遠心力で外側に膨らんでいきますよね。でそれを車側の後輪の方でですね外輪をサポートしてくれて小さく曲がれますよというそのサポートの機能となります。この電子制御がですねものすごく優秀ですんごいナチュラルなんですよ。で正直この DRS というものがですね一番最初に入ったのは、そうですねハイブリッドが初めて入った IS だったかなっていうふうに記憶してるんですけれども、違ったらごめんなさい。そんなふうに、記憶を私はしてるんですけれども、最初に入った頃はねやはりそれなりにちょっと不自然さがあったりとか、ちょっと過敏な感じであったりとか、制御が入ってるなっていうのが分かりやすかった部分もあったんですけれども、もうねなくなりました。すんごいナチュラルです。
さらにですね、駆動系にも手が加えられていまして、駆動の特性が変更になってるんですね。これ4駆ですので、その駆動制御っていうのはやっぱり効果的に効いてきます。それと DRS が合わさって操舵感のナチュラルさ、それからアクロ走破性であったりとか、アクロ走破する人はいないかもしれないんですけれども、緊急時のですね、そのハンドリングの良さというところにもつながっていくかなと思います。これによってやっぱりそのコントロール性が上がっているっていうところが一般道でも感じられるっていうのは、やはりね、レクサスらしいそのおもてなし心、おもてなし精神の一つかなというふうにも思うんですけれども、これはね、一般道でもちゃんと実感しました。ちなみにこの RX なんですけれども、タイヤ21インチ履いてます。ね、結構外から見ても台形タイヤだなっていうことを感じさせるような、やっぱりね、SUV ってルックスが訴求につながるっていうところが、デザインっていうのがね、やっぱり購買意欲の大きなパーセンテージを占めている部分でもあると思うので、このタイヤのインチ、タイヤの大きさっていうのはもう必要不可欠なものではあるんですけれども、21インチね、装着しています。だから、通常普通に考えるとこんなに足の当たりがいい感じではないようなルックスなんですけれども、そしてですね、レクサスやっぱりここがねちょっとあんまり得意ではなかった部分では過去あったんですけれども、この辺がとっても良くなっているっていうのが、先ほどから申し上げている DRS と、それからこの駆動配分の制御に加えまして、さらにですね、そのシャシ側にも少し改良が加えられています。アブソーバーの減衰特性を変えていたりとか、それからですね AVS ですね。これはですね可変のダンパーシステムですけれども、トヨタレクサスが使っている、上級の車に使っているものではあるんですけれども、ここもですね特性を変えたりとかもしています。これによってそのシャシーのセッティングのどこを変えたかというと、この上下の挙動をものすごく滑らかにすることで車の中でフラット感を味わえるようにしたっていう話なんですよね。これはね、実際私も乗っていて、今まさに富士山の麓をですね山中湖側に向かって走っているというようなところになっていて、ここは新東名ができるということもあってね、今ご覧いただいているというか、今私が走っている道は意外とフラットです。できたばっかりの道なのですごい綺麗なんですけれども、富士山周辺はいろんな道路環境があるところで、特にスピードウェイまで行くところの道は割とボコボコしてたりとかもするんですよね。でこういうところでも、あと東名ね、ここも東名高速道路は結構ね商用道路としても大型車両がたくさん通るところでもあるので、新しいところと新しい路面と古い路面っていうのが入り混じっていて、結構ねこうねじれがあったりとかするんですけれども、そういうところでも確かにフラットなんですよ。でこのフラットっていうのがパツパツじゃないっていうところが私結構感動していて、走っててものすごい滑らか、明らかに高級感が増したっていうところがこの紹介料の後に感じられます。発売されたばかりの時にも載ってますけれども、あれ本当にこんなに良かったかなっていう、こんなにいい車になってるんだっていうのをですね直感的に感じる。で車がフラットになったということは、そのハンドルにも影響があんまりないということでもあるんですよ。車ってね300ぐらいの部品でできている複合的な機械なので、一つ一つの制御が揃ってくるといいところがどんどん増えていくっていうところがあるんですけれども、の足回りがしっかりして、駆動配分が最適化されたことによってハンドルがまずブルブルしたりとかしない、もちろんドライバーの頭も揺れないんですけれども、一番ですねドライバーがインフォメーションを感じるハンドルのところがフラフラしないので、ここがまたものすごい上質感につながってるんですよね。でこれはレクサストヨタの車ですごく言ってるんですけど、レクサストヨタの電動化モデルって必要以上に軽やかな味付けをつけてないです。あえて重厚感のあるですねこうしっかりとしたどっしりとしたハンドルっていうのをですね味付けているんですけれども、これが、また功を奏していて好ましい部分でもあるんですね。でさらにこれが重ったるいわけではなくて、女性の私でもですね軽やかにハンドルを切っていったりとか、それから駐車場、昨日ファミレスびっくりドンキーでご飯食べたんですけど一人でこういうね、商業施設の駐車場って割とこう御殿場ってね土地が広いように思えて駐車場狭いところが多いんですけれども、もうたくさんねハンドル切らないければいけないようなところでもっていうことを感じることなく、軽やかに駐車場でもパーキングスピードで進めていけるっていうところもちゃんと残しつつもどっしりしているっていうね、このハンドリングのフィールっていうのは本当に絶妙だなと思います。
そうさらに言うならば、この電動ステアリングの制御も今回ですね最適化というか変更を加えられていて、よりリニアになっているっていうところもあるので、先ほどから申し上げているシャシー周りの良さに加えて、このハンドリングも刷新されているので、非常により使いやすくなったと、より高級感が増したというところはですね絶対的にある部分なんですよね。このですね進化が話していてこれだけでいいのって思うぐらいですね結構地味なんですよ。ごめんなさい正直に言っちゃいましたけど、結構地味なんですよ。こんなに外に見えないものをこんなにお金をかけてやる必要あるのっていうぐらい地味な変化なんですけれども、乗るとハッとするぐらいいいです。これはずっと歴代レクサスの車に試乗させていただいていて、ここがなレクサスってものすごくエモーショナルな外見とものすごくドラマチックなインテリアっていうのが合わさって、本当に商品力の高い見た目にゴージャスな車ではあるんですけれども、走るとちょっとここがなっていうところがやっぱり、最近でもあったんですけれども、このって思うところがすごい勢いで刷新されていくので、逆に言うと買い時難しい車とも言えるかもしれないんですよね。今後出ていくレクサスはその初期モデルから買っていってもいいんじゃないかなと思わせるような走りの改良っていうのがね中で加えられているので、その開発にね影響力のある人が加わっていっているっていうその裏事情とかも取材していて感じるので、これからのモデルはどれ買ってもですねおそらく良くなったっていうのをですね代々感じられるような車に仕上がっていくだろうと私はですね推測をしているんですよね。でその最たる部分が今この RX にもちゃんとこの2月ですから一番ね刷新紹介料として新しい部類に入ってくるレクサスですけれども、ここにもちゃんと導入されていますし、見た目の美しさにそぐう走りの美しさ品格っていうのをですねどんどん備えていってる、このスピード感の速さっていうのは非常に称賛すべき部分じゃないかなと思うんですよね。で最近はねレクサスは全席特等席みたいなことをよく言いますけれども、それにふさわしくですね後席の居住性っていうのも上げているっていうのがポイントになってくるかと思います。最初に言いましたそのリアドアのガラスを変えたっていうのももちろんそうなんですけれども、このボディの後方ですね、リアクォーター部分に吸音材とか制振材とかを付け加えているんですよ。で吸音制振材っていうのは重いものなので、ここ加えていくと最適、もちろんね加えれば加えるほど静かにはなりますけれども、運動性能を特にリア側で、ちょっと削いでいくというか、その分ですね重りがリアの方にかかってくるので、少しパワー的にそれからハンドリング的にですね犠牲にするところが出てくる可能性があるんですが、それがやっぱりですね450プラスになってくると車重であるとかその追加分の消音制振材っていうのをですね上回るパワーがもともと備わっている、モーターのトルクっていうのがしっかり活かせるので、こういうところがですねやっぱり電動モデルの一番のメリットじゃないかなと思うんですけれども、瞬発的なその電気のトルクでですね重みっていうのをカバーできるというそのパワートレインの利っていうのを活かしまして、後方に特にボディ後方にですねその快適性っていうのを上げるための追加素材が加えられました。それだけじゃなくてフロント部分にもですねこの消音っていうことに関しましては吸音材を加えられていたりとかもしますので、本当に全体的にですね非常に静粛性が高いです。これはねそのタイヤのノイズっていうところにも関わってきますので、その路面からの音、それからエンジンの音っていうところの分類がちょっとね聞き分けが難しくなるぐらい静かになっているっていうのがすごい大きなメリットかなと思うんですが、最近ですねレクサスはその走りっていう部分にも非常に力を入れている、レクサスに森蔵 RR というですね森蔵さんのね名前が入った新しい車がね付け加えられました。この森蔵 RR という車の存在の登場によってですねまたレクサスの走りが新たなフェーズに入っていくっていうことが想像される部分、これでさっきちょっとねヒントのようなことを言いましたけれども、開発にですね新しい人材が加わっていって
ってどんどんですねそのレクサスの走り、レクサスのスポーツモデルの走りが加わっていったイコールレクサスの市販モデルの走りも変わっていくっていうことが実は NX ぐらいから始まってるんですけれども、それがどんどんですねいろんなモデルに広がっていくということが、今後容易に想像できるんですけれども、話戻しましてこのですね RX にも実はその走りをワクワクさせるような演出っていうのが加わっていて、実はただ静かにするだけじゃなくてスポーツモードにした時にそのダイレクトなエンジンのサウンドが聞けるようなサウンド感っていうのが加わってるんです。これ嬉しくないですか？ただ静かなだけじゃないんですよ。だから一人でちょっと今日はスポーティーに走りたい、例えばねこの RX は非常に荷室もたっぷりしていますのでゴルフに行ったりレジャーに行ったりすると思うんですけれども、今ご覧いただいているように私今山中湖に向かってワインディングロード走ってますけど、こういう時ってちょっとね一人で走ってる時はスポーティーな気持ちにして自分をエナジャイズしたりとか自分のテンション上げていきたいじゃないですか。でこういう時にやっぱり選んでいきたいのがスポーツモード。このスポーツモードでワクワクするサウンドが聞ける。なるほどね、これも静電式になってるからもう押さなくても変わっちゃうんだ。ここちょっと気をつけていただきたいですね。もう触れただけでこうデータが変わっていくのでちょっと慣れるまでに時間かかるかもしれないですね。はい、ここにもスポーツモード違うわ、これはレーダークルーズモードだ。そうか、これだからもうすごく良くなったんですけれども、このその運転支援系ステアリングスイッチ類の使いやすさっていうのはまだねちょっとオーナーさんでないと慣れていかないかなとも思います。私みたいにですね非オーナーでパッと乗り換えてしまうとここの操作がすごい難しいので、新しくレクサスオーナーになる方はですねこの辺ちょっとお勉強してから乗った方がレクサスの機能をね今のレクサスの機能を全部使えるかなとも思いますし、その割にはですねこの中には走行支援系であったりとか結構ですねせっかくレクサス買ったんだったらこれ使っといた方がいいんじゃないの機能っていうのがこの中にギュッと凝縮されてますので、やっぱりねしっかりと使った方がいいんじゃないかと思っていますので、ちょっとこの辺は難しいですよね。このインターフェースをシンプルにするかどう直感的に使わせるか、これだけボタン類が少なくなってくるとその配置っていうのにねやっぱりエンジニアとかデザイナーっていうのは悩んでくると思うんですけれども、こういうところはそれぞれのね、作り手のセンスみたいなところとその使い手のユーザビリティっていうところが、リンクしてるかどうかっていうところに関わってくるので、私は正直ちょっとここは難しいなっていうふうに思ってしまいましたが、これが逆にフィットする人もいると思いますので、ね、ちょっとぜひですねそれぞれ使っていただきましてこの使い勝手っていうことに関してはちょっと学習をしていただく必要があるかなと思います。だからこのね全体的にすごく高級感が増したのと、そうこのね下り坂に入ってきて思うのがブレーキのタッチもですねものすごく良くなったように感じるんですよ。でブレーキに関しては刷新があったとは書いていないので、おそらくこれはですねこの減衰特性のおかげでノーズダイブっていうのが少なくされているっていうところに起因しているのかなと思わせます。駆動配分の変化、駆動配分の最適化っていうところももちろんあると思うんですけれども、下り坂になってくると余計にですねブレーキによってのこのノーズダイブであったりとか、そのノーズダイブからのハンドリングっていうのが、非常に運転質感っていうところに関わってくると思うんですけれども、ここがねカックンってならないようにちゃんとなってるんですよね。だからもしかしたらですねそのリアにちょっとブレーキのトルクをかけて少し沈み込みを少なくするみたいなことも行われているかもしれないんですけれども、とにかくその、ダンパーの減衰特性もうすごく多分に影響していて、過剰な沈み込みとか過剰な減衰っていうのがないので、少しですねこういうところは質感がしっかりとですね滑らかにノーズが沈んでいってしっかりと止まる。でそしてカックンってならないっていうね、これだけの車重がある車ですけれどもそのカクカク挙動っていうのが全く起こっていないっていうところにもつながっていて、それが結果ブレーキの安心感っていうところにも直結しているので、乗ってて全体的に疲れが少ないです。もう本当に滑らかにブレーキも踏んでいけるし滑らかに運転できるっていうですね、これも一つとっても質感が高いというかね、完全停止しますよ。滑らかじゃないですか。すごいねスッて止まってくれるんですよね。もちろん今ちょっと撮影するので私ブレーキ頑張りましたけどでもラフに踏んでったとしてもカクーみたいなところにはならないっていうところはあるんじゃないかなと思うんですよ。もう本当にこれはもうシャシーの力ね素晴らしいなと思います。待って、パーキングアシストもついてるんじゃないですか。
これもやってみましょうよ。だからせっかくだからね。やっぱこのサイズになってくると駐車めちゃめちゃめんどくさくなるんですけど、いきますよ。はい、ここに止めたいです。開始。いくね。はい。前進します。私今アクセルも踏んでません。ブレーキも踏んでません。交代します。もうギアも選択してくれるんです。自分で何にもしてないのね。今ご覧の通り車と車の間に駐車していきます。終わり。アドバンストパークを終了しました。すごくないですか？これね、パーキングももう自動で入ってます。正直ですね、やっぱりこういう私のチャンネルみたいなのを見てくださっている車好きの方からすると、これ本当にね、出すたびに賛否があるんですよ。ね、こういうのをつけるから運転が下手くそになるんだとかね、いう方もいらっしゃって、まあでも私はそうは思ってなくて、やっぱりストレスっていうのを一つでも軽減するためにモビリティって進化してきたと思うんですけれども、この車のサイズが欲しいけれども、この車の駐車するのはちょっと嫌だとかね、私でも嫌な時ありますよ。でこういう時に嫌だと思わないためにこういう技術が進化してくるので、これだけ簡単になって、しかもこんなに完璧ってすごくないですかって思うんですね。なので、RX とかね、大きな車選びたいけれども、例えば本当に子供さん泣いてる時とかもう任せたい時とかあるじゃないですか。そういう時にはこういう機能も、うまく使っていただきまして、こういうのもレクサス本当に今すごいよっていうのをお伝えしておきます。全体的に今回めちゃくちゃ感動しました。自分で施工でこの効果、シラザン50。はい、というわけで今日はこちらレクサスの RX450 プラスバージョン L 試乗してまいりました。いかがだったでしょうか。1週間近くお借りしてたっぷり乗ってきましたけれども、正直ですね、郊外で乗ると本当にいいサイズですし、欲しいなっていう風にね思わせてくれる進化というのをね感じました。皆さんもぜひタイミングがあれば販売店の方で試乗してみてください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。